どうも皆さん、カイトです。最新レトロ風アクション実スクワットをご存知でしょうか。こちらは2022年3月30日に Steam でリリース、2023年3月16日に日本語訳が搭載された Nintendo Switch PS4 版がリリースされました。提供してくれたインインゲームズ様、ありがとうございます。早速エンディングまでクリアしたんですけど、オールドスクールを味わえるサクッとベルトスクロールでしたね。ちなみにオールドスクールっていうのは古き良きってやつです。 Steam では1年前リリースされているにもかかわらず、日本をリスペクトをしているキャラクターデザインとステージデザイン、アメコミ風でのはちゃめちゃなバトルシステムにどこか懐かしさを覚える操作性も普通に面白かったです。今回は実スクワットというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、実スクワットの4人を操作できるベルトスクロールアクションです。ファイナルファイトや最近の新仮面ライダー同様に、各場面の敵を全て倒した瞬間に横に流れて進んでいくシステムです。キャラクターはヒーロー、ベイビー、ジャズ、アロスの4人のいずれかを選んでプレイ可能。ローカルだと最大4人で攻略できるんで、友達や家族と一緒に遊べますね。格闘スタイルがベースになってくるんで、通常ボタン攻撃や方向キープラスボタンを途中入力することでいろいろな技を繰り出せます。防御がない代わりにカウンターができるんで、タイミングよく当てると攻撃に転じれます。敵に近づいた瞬間に掴むことで投げることもできるんですけど、ほぼ使いません。必殺技に関しては敵を倒していくことで覚えていく仕様なんで、進めば進むほどバリエーションが増えていきます。宝箱を開けたり障害物を壊したりするとアイテムが出現して、ゴールドや回復アイテム、ドリンク、ワンアップなどレトロ感満載。アシストアイテムでは画面上の敵を一掃できるなど爽快感も味わえます。またサブウェポンをゲットすることで違うパターンでの攻撃もできます。超必殺技ゲージを貯めることでアシストキャラの呼び出しか変身で大ダメージも与えれますね。変身ではとりわけかっこいいんで見ていて損はないというか、無敵状態になるのでガンガン攻撃しましょう。これが体力ゲージで、これが必殺技ゲージ、これがサブウェポンゲージで、これが残機数、これがボスの体力ゲージで、これがボスの必殺技ゲージですね。簡単なストーリーをなぞらえながらステージごとのボスを倒すとクリア、そして銀河系を救い出しますとざっくりと説明するとこんな感じ。次にストーリーになるんですけど、悪魔の魂を封印させた伝説の草薙ストーンは寺院に何百年も隠されたままでした。魔術師折神は宇宙を支配するため化け物の魂を召喚し、見つけ出すために動物の体の中にオーバーソウル。僧侶マスターラーメンはそれを阻止するために伝説の英雄戦士実スクワットの魂を召喚。彼らは無事に守りきることはできるのかってお話。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、大きく1点、サクッとクリアできるはちゃめちゃアクション。ベルトスクロール特有のボリュームは多くありませんが、サクッと爽快にプレイできるのが実スクワット。コマンド操作がとっつきにくく見えると思うんですけど、適当に押してても十分に通用するんで安心してください。私はヒーローで選択して刀で切ってやんよってバッサバッサとコメディゴア要素、場面捨ての敵を全て倒した時の特殊エフェクトもザ感じも最高でしたね。カプコンを思わせるアーケードでケンスタイルの真空波動拳笑いましたが、あとウルヴァリンとかもいます。こういったオマージュ感も含めてより一層世界観が楽しめるかなと。最初は爽快感になれない部分が出るんですけど、この技めっちゃ使えるやんって思った瞬間にそればっか出してました。ボス戦もシビアな戦闘が求められますが、残機がなくなっても直前リトライで挑めるので初見でも十分に楽しめますね。ストーリーは単純明快ではあるんですけど、悪をやっつけるという王道コンセプトも踏まえて何も考えずにぜひプレイしてほしいです。マスターラーメンってなんやねん。以上になります。伝説の英雄戦士で追っ始めるベルトスクロール実スクワット。ジャパンをリスペクトした漢字の数々にボスの超必殺技が避けれないほどの無双加減。ヒーローが使いやすいせいか他のキャラクターで操作した瞬間のポンコツぶり。この機会にぜひ実スクワットの一員になって草薙ストーンを守ってみませんか。きっとコマンド入力してるはずなのに桜切りが誤発動多すぎだろ、でも強いからよしってなること間違
違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。通講誌でも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。